皆さんこんにちは。今日もマインクラフト楽しんでいきましょう。前回に引き続き地図を埋めるために奔走中。途中に大河の村を見つけたり、また平原の村を見つけつつ、こんな感じになりました。なんか古いヨーロッパの地図みたいじゃないですかと荒廃したポータルを見つけました。海底にあるとまた一味違う雰囲気がありますね。チェストの中身はまあその幸運さんのシャベル、一体何に使えばよいんだ。はい、拠点に戻ってきました。結構広い範囲を探索したんだけど、特にダンジョンとかは見つからなかったので、スローライフに戻っていきましょう。まだエンドラすら倒してないの、だいぶやばいペースな気がするんだけど、まあ、大丈夫、ですよね。と、まずはちょっとした思いつきなのですが、この拠点の周辺案内を作っていきます。イメージとしては、よく駅前とかで見るやつでして、これから拠点周りを開発していきたいので、どんな風に変わったのかも分かりやすくなるんじゃないかなと思います。と、額縁を設置して、新しく作った地図を埋め込みます。おお。これ、結構雰囲気出てる感じがしませんか？で、夜になったら全然見えないじゃないですか、やだー。ということで、輝くイカスミを額縁にぶっかけて、輝く額縁を作りました。輝くイカスミってなんだよ。と、こんな感じになりました。と、街の地図、看板4時。余ったスペースには、適当に広告みたいな看板を設置しました。中途半端な観光地にありがちな、ローカルな広告と不親切な案内板、結構好き。輝くイカスミが一つ余っていたので、養蜂場の看板を謎に光らせてみました。と、進捗、この輝きに驚くことなかれを達成しました。なんか、ちょっと蜂っぽい色使いで、意外といい感じ。と、それからちょっと建築をしようと思ったんだけど、木材が足りなくなってきました。ちょうどいい頃合いですし、植林場でも作っていきますか。で、そんなことを話していたら、またハゲの大群が来ていました。前は、結構レアな的なイメージでしたけど、もうすっかり常連ですね。と、進捗、自主的な亡命を達成しました。と、不吉な予感のステータスもついてしまいました。この状態で村に行ってしまうと、さっきのハゲ頭に襲撃されてしまいます。牛乳に相談してもいいんだけど、まあ植林場を作ってる間に消える、かな？と、植林場ですか？当たり前といえば当たり前ですけど、養蜂場や馬小屋とは違って、マイクラに独特の施設ですし、あんまりいい雰囲気にする方法が思いつかないのです。京都の植物園が大好きなので、あんな感じにしようかと思ったんですけど、あんまり植林場としては効率よくなさそうですしね。なんか、逆に工場みたいなイメージで作ってみようかな。と、それでは作っていきましょう。土台には余ってた深層岩のレンガを使っていきます。床には石レンガを設置してっと。こんな感じで木を植えるところを石なんかのブロックで囲んでおくと設置ミスが減るのでおすすめです。と、相当大きな施設になるので壁をどうするかが悩みどころですね。普通に作っちゃうとのっぺりとした印象になっちゃうでしょうし。まあ、結局なるようにしかならないですし、適当にやってしまいます。なんか来た。マンネリ防止みたいな感じで、横の壁には木を植えるのと同じ感覚で、石レンガの柱を立てます。石が足りなくなったので、泣きながら採掘中。石の加工には、石切り台を使っていきます。石切り台を使うと、クラフトできる数が多くなるんですよね。まあ、石レンガやハーフブロックは、普通に作業台を使うのと同じコストですが、階段を作ったりすると、ちりつもで結構お得になります。で、その石切り台は、どこから持ってきたのか？落ちてたんです。と、こんな感じになりました。やっぱり横幅が広いので、普通に屋根をつけるとすごい高さになっちゃいそうですね。ということで、今回は2つに分かれた屋根を。リフォームは結構。と、今回は屋根が高くなりすぎないように、半分半分で、2つの建物がくっついたような形の屋根を作ることにしました。真ん中に溜まった雨をどうするのかは分かりませんが、まあ、マイクラですしお寿司。さすがに全面が石レンガは寂しいので、ちょっと改造していきます。
まずは馬小屋と同じように葉っぱを引いていきます。そしたら次はガラス板を置いて、こんな感じになりました。なんか、ドイツかどこかのサステナビリティに配慮した先進的な工場にありそうな雰囲気。ああいう、なんと言うんですかね、都市型工場とはまた違う気がしますが、開放感も出ますし、悪くないと思います。反対側にも同じように窓を作って、こんな感じになりました。でっかい窓もありますけど、まあ普通に暗くなりますよね。前面はもうどうすればいいのかわからなくなったので、余ってた階段を設置しました。手っ取り早く凹凸感を出していきます。屋根の下には窓をつけてなんだか、ちょっとカエルみたいな顔になっちゃった。まあいいか。後ろ側の壁には、葉っぱの枠をつけて、なるほど、こんな風になっちゃうのか。仕方がないので、全部ガラスにしました。仕方がないので、屋根の窓と同じように下に葉っぱを設置しました。統一感が出たし、結果オーライかな。そしたら、かぼちゃをくり抜いて、中に松明を入れて、ジャックオーランタンを作りました。これを床に設置して照明代わりにしました。そしたら、あとは木を植えて、地図も更新したら、マジででかいのがパッと見でわかるようになりました。まあ、これだけ大きい植林場があれば、これからの建築も安心して進められそうですね。それでは、前回もちょっとお話ししたように、拠点の近くに村人さんたちに移住してもらうスペースを作ります、と言いたいところなのですが、拠点の中が、ちょっとだけ散らかってきたので、建設に取り掛かる前に倉庫を作っていこうと思います。まずは大量のチェスト。全部の資材をまとめて置いていく感じなので、本当にたくさん作っちゃいます。屋根はハーフブロックを使って、こんな感じに。ちょっとバランスが悪いですが、まあ資材置き場と考えれば許容範囲、かな。それから、拠点の中の桶を全部壊して、中身を倉庫に移動しました。作業台や石切り台もここに移動して、効率よく作業できるようになりました。今回は、チェストの中身もちゃんと整理しているので、額縁を作ってどこに何があるのか分かりやすくします。まあ、こうなりました。まあ、どうせ何日かしたらぐっちゃぐいやー、すっきりしました。こんなところで、今回の動画は終わりとさせていただきます。次回からは、村人さんたちの引っ越し先、というか、丸々一個村を作っていく気持ちで建築をしていこうと思います。なんだか建築ばかりで進捗が悪いですが、まあのんびりやっていきますので、ぜひお付き合いください。それでは、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。バイバイ。